こんにちは、高弘です。今、東京駅に着きました。始まりました、都市と写真。見た目はテンション低めですが、実はめっちゃテンション上がってます。いやー、来ました、東京。今いる場所は東京駅の八重洲口です。今日はまずホテルにチェックイン、それから東京でフォトグラファー仲間の個展を見て写真を撮りに行く予定です。僕は2022年いっぱいまで東京に住んでいました。なので3年ぶりの東京となります。目の前の大きなビルが東京ミッドタウン八重洲です。すごいですね。こっちも新しいビルができるみたいですね。今日のホテルは京橋、ここから5分ぐらいの場所です。はい、ホテルにチェックインしました。事前にホームページを見て、この部屋がいいなと思ってたんですよね。ちょっと狭いですけど、良くないですか？この感じ。窓から見るこのビル。ビルの景色見て興奮するのは僕と僕のチャンネルを見てくれてる人なら普通のことですが、一般的にはつまんないとされる景色なんでしょうね。実はチェックインの時に部屋をアップグレードしましたと言われたんですけど、それを断りました。いやいや、普通の狭い部屋にしてくれとお願いしたんです。ってホテルマンも一瞬止まってましたね。狭いお部屋でよろしいんですねと念を押されました。広い部屋だとこの角度で見えないんですよね。いやー、この角度めっちゃいいですよね。早速撮ってみましょう。こんな感じで椅子に座って自撮り。窓からの光で顔がうっすら浮かび上がるみたいにしたいです。はい、ちょっとカッコつけて撮ってみました。いつものストリート写真とは違ってこういうのも楽しいですね。僕の旅行の楽しみ方はこんな感じです。さて、しばらくホテルで休んで18時前、フォトグラファー仲間の個展を見るために原宿に向かっています。清刈さんという方、世界のフォトコンで何度も大きな賞を受賞されている方の個展に着きました。こんにちは。写真の進捗を終えるような展示。ああ、そうなんですね。はい。これじゃあ時系列？これ時系列なんです。2021年から展示。はいはいはい。で、多分僕が清刈さん認識したのはこの写真からだと思うんですよね。そうですね。これで IPA とか捉えてましたよね。初めてコンテストを出して、はい、これでIPA のシルバーをはいはい作品になります、ね。なるほど。これはもう結構エフェクトもバキバキにフォトショップでかけたような、なるほど。で、これですよね。そうですね。これX で見たとき衝撃的でした。はい清刈さんはストリート、建築、そして生物写真を撮られており、IPA のアーキテクチャ部門ではフォトグラファー・オブ・ザ・イヤーを獲得されています。僕が一番好きなのは生物写真、スティールライフですね。ファインアート作品って感じがしてとてもかっこいいです。清刈さんのプリントを生で拝見しながらご本人に解説してもらい、とても贅沢な時間を過ごしました。この後は清刈さんも含めて数名の有志でフォトウォークへ。表参道から原宿までを軽く歩きながら撮ってきました。こういう夜の街を撮るときはカラーが多いです。シャッタースピードを遅くしてカメラを意図的に動かす ICM も楽しんでみました。ブレた写真からも東京の街の華やかさや雰囲気が伝わるかなと思います。今ちょうどホテルに戻ってきてシャワー浴びたところです。清刈さんの個展良かったですね。その後みんなでフォトウォークに行って、でご飯をちょっと食べて帰りました。すごい楽しい時間でした。
明日は朝からちょっとこの周辺をスナップしてみたいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。朝7時過ぎです。今日はこれからホテル近くをスナップしに行きます。以前紹介したシェードマップというサイトで調べると、ちょうど8時前後に通りに太陽光が差し込んでくるということなので、その光を狙いたいと思います。僕が今いるのは東京の京橋、この辺です。京橋は大阪ですけど、東京だと京橋というアクセントになります。東京駅でもなく、日本橋でもなく、銀座でもない。東京に住んでいないとあまり馴染みのない場所です。知らないとわざわざ京橋に写真撮りに行くなんてことはしないでしょう。でも僕は知ってるんですよ、この辺。めっちゃいいです。ほら、もう一発目からいいやつ撮れました。ホテルに出て数秒でこれですよ。幸先いいですね。先に進みましょう。この大きなビル、これは僕が東京に住んでた時にはなかったビルです。すごいの建ちましたね。ファサードの縦のラインはよく見るやつですけど、そこに横の太いラインが入って、これが写真的に素晴らしいですね。大きいビルの隣、今奥に見えているのがアーティゾン美術館です。この美術館の中もとても美しい空間になっているので写真撮るのにおすすめです。美術館と新しくできた大きいビルのちょうど隙間のところに行ってみます。いやー、すごいな、ここ。この左右をビルに挟まれた静かな空間。森の中にいるかのようですごく癒されます。ここが東京駅からほんの10分程度の場所ってことが信じられないです。東京で撮るなら、まずはこういう静かな場所でゆっくり撮るのがいいですね。そうこうしているうちに一つ角度を見つけました。はい、この角度かな。角度の違う斜めのラインで構成しました。やっぱりいいですね、ここ。こちらは石の柱と通行人。基本的な構図作り。こういうのも一枚撮っておきました。さらに周辺を散策してみます。この辺はシンプルなビルが並び、電柱がなく人も少ないです。いやー、渋い。派手な光はないですけど、落ち着いたトーンが気に入っています。さて次は八重洲方面へ。ガラッと雰囲気が変わります。ここは工事のクレーンがすごい。また新しく大きなビルが建つようですね。さっきまで隠れていた太陽が出てきて、計算通り光が入るようになってきました。この角度で撮ってみましょう。はい。人をポツンとさせた構図ですね。このビルのテカリがいいんですけど、光が画面全体に当たりすぎて、人物に視線誘導できなかったのがマイナスかな。次はスタート地点に戻り、銀座方面へちょっとだけ移動。ここにも通りに光が入ってきてます。この光をサイド光として使います。ここからは超広角レンズに持ち替えて近距離での撮影。光のエリアに入る人をうまく配置するとこうなります。こんな感じで左手前に光、奥は影がメインでところどころにビルが見えるという構図にしてもいいですね。しばらく待って撮った写真がこちらです。春らしいコートがたなびく瞬間の一枚。こちらはスキンヘッドの男性が通ってくれて背景と分離することができました。この2枚は光をサイド光として使っています。暗めの写真ですが、ポイントとなる被写体にしっかり光が当たっていて、しかも超広角という広い範囲でそれを全部コントロールできたのは満足度高いです。だいぶいいのが撮れたので一回ホテルに戻りましょう。
ホテルに戻り朝食を食べたら体力も回復。ホテルのチェックアウトを先延ばしできたのでもう一回取りに行きます。さっき言ったアーティゾン美術館の横の細い道に再トライです。先ほどは強い光が入っていなかったスペースですが、10時過ぎに行くと直接太陽光が当たっている箇所があります。あそこに人を入れて撮れそうです。ここは人が少ないので少し待ちました。20分ぐらい待って納得できる1枚が撮れました。ここの光の形がいいですね。光と影のコントラストで世界を作り変えるというとちょっと大げさですけど、モノクロにすることで今まで見えていなかった世界、別の世界が立ち上がるような感覚があります。次に移動します。梶橋通りと銀座通りが交差する京橋交差点にやってきました。この正面のビルへ。入り口から見えるエスカレーターの光の曲線がかっこいいです。ここは人を入れずにエスカレーターとリフレクションだけを見せる写真にしました。このビルは2階に上がれるようになっており、そこから下を見下ろす角度で撮るとこうなります。エスカレーターの斜めのラインと人のシルエット、そつなくまとまった1枚です。最後は八重洲近辺の壁、標識の影を撮ってみました。影は純粋にそのものの形だけを意識させてくれます。たまにこういう地味なものを撮って写真の面白さの原点に戻るのが好きです。ということで東京遠征での写真は以上となります。どうだったでしょうか。2日目の京橋でのスナップは自分でも満足いく結果でした。ちゃんと光が入る時間帯を計算して撮るというのは僕のいつものプロセスです。サイド光を使ったショット、光と影で別の世界を見せるショット、この2つは特に良かったかなと思います。東京近辺に住んでいる人は京橋にぜひ撮りに出かけてみてください。銀座じゃないです。日本橋でもないです。京橋。京橋でしか摂取できない栄養があります。2、3時間かけて同じエリアを何度も回れば、時間帯によって光が変わり、その度に発見があるはずです。今回の写真で皆さんのお気に入りがあればコメント欄で教えてください。それではまた。